マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、皆さんは日本のドラマや映画はお好きですか？日本語学習のために見てるよっていう方もね、多いんじゃないかなと思います。そこで今日はですね、2026年1月から3月にかけて配信されたネットフリックスのおすすめ作品についてお話ししていきたいなと思います。以前アップしたエピソード37のおすすめの日本のドラマでもね、お話ししたんですけれども、うちのスタッフのかよこ、かよこはね、私のすごく仲のいいお友達なんですけど、そのかよこが今このポッドキャストチャンネルをね、いろいろと手伝ってくれているんですよ。で、そのかよこが本当に日本のドラマとか映画が大好きで、年間かなりの数を見ているんですね。で、特にドラマが大好きで、もう本当に自他ともに認める日本のドラマオタクなんですよね。うん。で、逆に私は韓国ドラマラブなタイプなので、正直日本のドラマってそこまで見ないんですよ。でも、そんな私でも、かよこにこれめっちゃ面白いよっておすすめされると、なんか気になっちゃって見ちゃうんですよね。で、今までもかよこにおすすめされて見たっていうドラマとか映画結構あるんですよ。そう。なので、せっかくだし、皆さんにもね、かよこのおすすめドラマや映画を見てほしいなと思って、今回このテーマにしてみました。で、実際、前回のおすすめの日本ドラマのポッドキャストもね、結構好評だったんですよ。なので、これからマイクールごとに、おすすめのドラマだったりとか映画を紹介していく、シリーズポッドキャストみたいなものを作っていけたらいいよねっていう話をね、かよことしています。はい。で、今日は、かよこおすすめの3つの作品をご紹介していきますので、ぜひ楽しみながら最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてこのマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。まず最初にご紹介するのはリブートです。この作品は東京 MER などを手掛けた人気脚本家が脚本を担当しているドラマです。何よりね、このドラマは出演者がかなり豪華で演技力も高いので、かなり引き込まれる作品だそうです。で、あらすじなんですけど、松山ケンイチさんが演じる主人公の早瀬陸は、妻と息子、そして母親との4人家族で、東京の下町で早瀬洋菓子店を営んでいる家族思いで心優しいパティシエなんですね。で、陸は2年半前に突然失踪した妻、夏美の帰りをずっと待ち続けていました。でもある日突然警察が家にやってきて、山の中で白骨化した夏美の遺体が発見されたっていうことを知らされます。もちろん陸は絶望するんですけど、それでも息子と一緒に前を歩いていこうとするんですね。でもその矢先に、今度は陸自身に妻殺しの容疑がかけられてしまって、警察に追われることになります。そんな中、突然、戸田恵梨香さん演じる甲吾一花という謎の女性が現れます。彼女が陸に提案するのがリブートです。これは簡単に言うと、別人として生き直すっていうことなんですね。しかもその別人っていうのが陸を追っている義堂歩。この義堂歩は鈴木亮平さんが演じている悪徳警官として有名な人物なんですね。つまり陸は自分を追っている刑事の顔になって生きていくことを提案されるんです。
もちろん最初はリクもそんな話を受け入れませんでした。でも裏組織が関わっていることを知って、このままだと無実の罪で逮捕されて死刑になる可能性が高いっていうことがわかるんですね。そこでリクは息子や母親を守るために、そして何よりも妻を殺した本当の犯人を見つけるために、自分の顔も名前も人生も捨てて義堂歩みとして生きることを決意します。つまりこの作品は、普通のパティシエだった男性が家族を守るために別人として生きながら真実を追いかけていくっていうサスペンスなんですね。ちなみにこのタイトルのリブートは、コンピューターなどを再起動するっていう意味があります。このドラマでは主人公が人生そのものを再起動するっていう意味になっているんですね。だからこの作品って視聴者に、もし自分が家族や大切な人のために今までの自分の人生を全部捨てなければいけなくなったら、あなたならどうするっていう、そんな問いかけをしてくるようなドラマなんですね。で、この作品はドラマ好きの佳代子がかなり熱くおすすめしてくれました。で、佳代子が言うには、このドラマはフィクションなのかノンフィクションなのかっていうのがわからないくらいすごい作品だそうです。私たちの普段の生活では想像もしないような裏社会だったり裏組織の話がたくさん出てきて、表向きは普通に会社を経営している人が裏ではお金のために簡単に人を殺してしまうような、そういった場面もあるそうです。それから今ニュースでもよく聞く闇バイトのような、現代の日本の社会問題につながるテーマも出てくるので、ただのサスペンスというよりかなりリアルだって言っていましたね。で、この闇バイトっていうのが何かっていうと、SNS やインターネットで募集されている違法な仕事のことですね。簡単にお金が稼げる、高収入などと言って人を集めるんですけど、実際には詐欺だったり強盗などの犯罪をさせられるケースが多くて、日本では最近これが大きな社会問題となっています。しかもこのドラマ、物語が毎回予想していない方向に進んでいくらしくって、この人は敵なの、味方なの、今の話って本当なのっていう風にね、見ている側もずっと疑いながら見ることになるそうです。で、顔を変えて別人として生きるっていう設定も含めて、常識では考えられないような展開が続くので、怖くなるって言っていましたね。だから最後まで誰も信用できなくて、かなりスリリングなドラマみたいです。なので、先が読めないサスペンス系が好きな人や、社会の重たいテーマが入ったドラマが好きな方はね、かなりおすすめの作品だそうです。で、私も結構ダークな作品が好きなので、今回このリブートを見てみたいなってすごく思いましたね。で、私は本当に面白いドラマって、先が読めない、想像してなかった展開に進む作品だと思っていて、で、このリブートはまさしくそれっぽいドラマだなって思ったんですよ。なので、次のドラマはこのリブートをね、見てみようと思っています。次はベイビー・ワルキューレ・ナイス・デイズです。これはシリーズ作品の最新映画で、3月からネットフリックスで配信が始まった作品です。佳代子がもともと大好きなシリーズなんですけど、今は過去の作品も含めた全3作品がネットフリックスで配信されています。この映画は女殺し屋コンビ、杉本千里と深川真宙を主人公にした作品です。この2人は殺し屋協会に所属しているプロの殺し屋ではあるんですけど、普段の姿はいわゆる怖い殺し屋っていう感じでは全然ないんですね。
千里は明るくて人懐っこい性格で、真宙は少し人付き合いが苦手で不器用なタイプ。見た目も本当に今時の普通の女の子です。ただ、二人とも殺し屋としての能力はすごく高いんですけど、一方で普通の社会生活になるとちょっと不器用で、いわゆる社会不適合者っぽいところもあるんですね。性格はかなり正反対なんですけど、一緒に暮らしながら仕事も生活もずっと共にしている相棒同士です。このシリーズの面白いところは、そんな二人が殺し屋としてはかなり危険な仕事をしている一方で、日常では普通の若者みたいにゆるーく会話をしたり、日常のちょっとしたことで悩んだりするっていう、そのギャップなんですね。そして今回のナイスデイズでは、そんな千里と真宙が所属している殺し屋協会からの依頼で、九州の宮崎へ出張することになります。南国っぽい雰囲気の中で、ちょっとバカンス気分もありつつ、二人は金を横領した男を始末する任務に向かいます。なんですが、その現場で冬村楓という史上最強とも言われる殺し屋と遭遇してしまいます。この冬村という人物は、殺し屋協会に所属していない単独で動く殺し屋で、その圧倒的な強さに千里と真宙はどんどん不利な状況に追い込まれていくんですね。しかも冬村はもともと殺し屋協会が狙っていた相手を先に倒してしまったことで、協会の立場だったりプライドを傷つける存在にもなってしまうんですね。こうして千里と真宙は冬村楓を相手にこれまで以上に危険な任務へと巻き込まれていくっていう、そんな展開になっています。佳代子が言うには、この作品の一番の面白さは、殺し屋が全然ダークに描かれていないっていうところだそうです。普通、殺し屋が出てくる作品って聞くと、重くて暗くて、かなりシリアスな雰囲気を想像するかなって思うんですけど、この作品はむしろかなりポップに描かれているそうなんですね。でもアクションシーンはめちゃくちゃ本格的でかっこいいので、このポップな日常と本気のアクションのギャップがすごく魅力的だって言っていました。それからもう一つ、佳代子が面白いと言っていたのが、殺し屋の仕事がまるで日本の会社みたいに描かれているっていうところです。ちゃんと仕事を管理する事務員のような人がいたり、あと地域ごとに支部が分かれていたり、乱闘の後、処理を担当する人がいたりして、かなり組織的なんですね。しかも現場をやりすぎると、その後、処理担当の人から注意されたりもするらしくて、佳代子はそれを見て、これって普通の会社の話って思ってしまうくらい、すごくライトに描かれているって言っていました。そしてもう一つ大きな魅力が、今時の少し社会に馴染みにくい女の子たちが、実は殺し屋でめちゃくちゃ強いっていうギャップです。千里と真宙はそれぞれ性格も違って、普通の社会だと少し生きづらそうなところもあるんですけど、二人でいることでその不器用さも含めてバランスが取れて最強のコンビになっていくんですね。それから二人の会話も特徴的で、殺し屋同士なのにすごく緩いんですね。今時の女の子同士が日常のことをダラダラ話しているような、そんな自然な空気感があって、でもいざアクションになると一気に空気が変わる。さっきまで普通に話していた二人が急にプロの殺し屋になる、その切り替わりがたまらないって佳代子は言っていました。なので佳代子曰く、ベイビー・ワルキューレ・ナイス・デイズは殺し屋ものなのに重すぎずポップで見やすいのに、アクションはしっかり本格的でかっこいい作品だそうです。
千里と真宙の関係性やゆるい会話も癖になるポイントなので、興味がある方はぜひシリーズの最初から見てほしいとのことでした。最後は This is I です。この映画はタレントの春菜愛さんの実際の人生をもとに作られた作品です。春菜愛さんは日本のタレントで歌やバラエティ番組などで活躍している有名な方です。もともとは大西健二さんという名前で男性として生まれたんですけど、その後自分らしい生き方として女性として活動するようになりました。この映画の主人公はその大西健二です。幼い頃から松田聖子ちゃんみたいなアイドルになりたいっていう夢を持っていました。でもその夢はすぐに周りに受け入れてもらえるものではなかったんですね。成長するにつれてケンジは、自分は本当はどう生きていきたいのかっていう思いと、周囲から向けられる視線だったり偏見の間で何度も何度も苦しむことになります。自分らしくいたい。でもその自分らしさを出すことで傷つくこともあるし、理解されないこともある。そんな葛藤を抱えながら、ケンジは少しずつ大人になっていきます。しばらくしてケンジはショーの世界と出会います。そこは普段の生活では隠さなければならなかった自分を表現できる場所でした。ステージの上で歌って踊って観客の前に立つ中で、ケンジは愛としての自分を見つけていきます。そしてそのショーの舞台は愛にとってただの仕事ではなくって、自分らしく存在できる大切な居場所になっていきます。周りからどう見られるかではなくって、自分がどうありたいか。愛は少しずつ自分の人生を自分で選び取ろうとしていくんですね。そんな中で愛が出会うのが形成外科医の和田浩二です。和田は愛の性転換手術を担当することになります。ただ、この手術は和田にとっても初めての経験でした。医師として患者と向き合いながらも、和田自身もまた簡単には答えの出ない問いに向き合っていくんですね。手術をすることだけが医療なのか、患者の体だけではなくって、その人の人生や心に医療はどう関わるべきなのか。そしてその人がその人らしく生きていくために、医師はどこまで寄り添うことができるのか。愛との出会いを通して和田の中でも少しずつ考え方が変わっていきます。最初は医師と患者っていう関係だった二人なんですけど、愛の生き方だったり覚悟に触れることで、和田もまた本当の意味で人と向き合うことを学んでいくんですね。この作品は愛が自分の人生を切り開いていく物語であって、同時に彼女と出会った医師が本当の医療について考えていくっていう物語でもあります。夢を持つこと、自分らしく生きること、そして誰かの人生に本気で向き合うこと。This is I は、愛が自分の人生を歩んでいく姿と、彼女と出会った人たちがその影響を受けて少しずつ変わっていく様子、その両方を通して大切なテーマを描いた作品なんですね。佳代子がこの作品を見て特に印象に残ったのは、この映画がただトランスジェンダーの主人公愛の人生を描いているだけじゃなくって、一人の人間が自分らしく生きるために悩みながら成長していく物語として描かれているところだったそうです。もちろんこの作品の中心にはトランスジェンダーとして生きる愛の葛藤があります。周りから向けられる偏見だったりとか、理解してもらえない苦しさだったりとか、自分らしく生きたいって思っても現実はそんなに簡単じゃないんですね。愛はそういう壁に何度も何度もぶつかっていきます。でも、佳代子がすごくかっこいいと思ったのは、愛がそれでも自分の人生を諦めないところだったそうです。
女だからとか、男だからとか、周りが決めた枠や期待に合わせるのではなくって、愛は自分自身の性だったりとか、人生と向き合いながら、愛という一人の人間として自分らしく生きようとしていくんですね。何度傷ついても自分の居場所を見つけようと、前に進み続ける姿に、佳代子はすごく心を動かされたって言っていました。だからこの作品はトランスジェンダーの人だけに向けられた物語ではなくって、自分らしく生きたいって思ったことがある人だったら、誰でもどこか共感できる作品なんじゃないかって感じたそうなんですね。この映画を見終わった後には、私はここまで自分の人生に真剣に向き合えているのかなって考えさせられたとも言っていましたね。自分を偽らずに生きること、そして自分で選びながら人生を進んでいくこと、それがどれだけ勇気のいることなのかっていうのをね、愛の姿を通して感じたそうです。あと、この作品を語る上で欠かせないのが話題詩の存在だそうです。話題詩は愛とは立場も状況も全く違う人物なんですけど、佳代子は自分が信じたものに向き合い続ける姿勢っていう部分では、どこか愛と通じるものがあるんじゃないかなって感じたそうなんですね。周りにどう見られるかっていうのではなくって、自分の信念を持って進み続ける。そのブレがない姿勢がすごく印象的だったと言っていました。だからこの作品は愛だけではなくって、登場人物それぞれが自分の人生や信念とどう向き合うのか、そこまで丁寧に描かれているところにも深みがあるそうです。それからこの作品にはミュージカル調のシーンもたくさんあって、それも大きな魅力の一つだそうです。あと、佳代子が印象に残ったって言っていたのが、セットとか衣装の華やかさです。ステージのようにきらびやかな場面や愛の個性が伝わってくる衣装も多くって、テーマ自体は深くて重たい部分もあるんですけど、映像としてはすごく華やかで、見ていて引き込まれる作品だそうです。なので、ミュージカル映画だったりとか、音楽を使った演出が好きな人にも楽しんでもらえる作品だって言っていました。それから昭和のアイドルソングもたくさん出てくるので、日本の昔の歌だったり、昔のアイドル文化に興味がある人にもおすすめだそうです。はい、今日はですね、スタッフの佳代子おすすめの日本のドラマと映画をご紹介しました。いかがでしたか？今日ご紹介した中に見たよっていう作品ありましたかね？もしあったらぜひ感想を聞かせてください。それから皆さんのおすすめドラマや映画がもしあればね、ぜひそれもコメントで教えてください。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。